こんにちは、ファウストです。今日はタイムリープについてお話しします。タイムリープというのは定義するのは難しいかもしれませんが、ここでお話しするタイムリープというのはタイムトラベルとは違い、タイムマシーンに乗って体ごとその時代に行くのではなく、自分の意識だけがその時代の自分に移動することになります。つまり10年前にタイムトラベルした場合、今の自分と10年前の自分がその時代に存在することになりますが、タイムリープの場合、10年前の自分に今の自分の意識が入り込むことになります。当然、その時代には10歳若いその時の自分だけが存在することになります。では、実際にタイムリープしたという人の話を見てみましょう。これは2012年10月2日に某掲示板に書き込まれたものなのですが、その投稿者は10月6日の世界から10月2日にタイムリープしてきたらしいです。彼曰く、寝ていたら自分がどこにも登場しない夢を見て、しばらくもがいていると自分を神の視点から見ることになり、急に近づいていって目が覚めたら過去に戻っていたそうです。その世界は少し元の世界と変わっているらしく、クローゼットに知らない服が入っていたり、パソコンに入っているソフトが違っていたりしたそうです。で、この話で面白いのは、その4日間で起きるニュースをほぼ当ててるってことなんです。食中毒、コンクリートパネル下敷き事故、東北で震度4の地震、台風、父親撲殺事件。ほぼというのは、例えば食中毒の発生が飲食店と言っていたのに対し、実際には中学校だったり、凶器がバットと言っていたものが木刀だったり、若干違っている部分があるからです。ただし、先にお話しした通り、元の世界とは多少世界が変わっていることによる影響と考えれば、むしろ普通なのかもしれません。余談ですが、彼はリープする前よりもこっちの世界の俺はニキビがひどくて死にたいとも言っていました。さて、それでは実際タイムリープをある程度意図的にできるという方の話をしましょう。似たような話はいくつかあるので、おそらく元祖と思われる方のお話です。彼は3回タイムリープしているらしく、最初は2013年から2005年、次に2007年から2003年、最後に2016年から2011年にリープしたそうです。具体的なやり方としては、寝る前にリープしたい時間のことを考えることを続けていると、稀に現実なんじゃないかと思うくらいはっきりとした夢にたどり着くことがあるそうです。そして重要なのは夢に集中することだそうで、これが夢だとかは思わないことが大事と言っています。明晰夢とは逆ですね。するとだんだんと夢の中の自分に意識が入り込むような感じになり、集中を続けていると周りの景色もはっきりとしてきて、自分の記憶にある風景や街が再現されていくそうです。ただ注意点は、あくまで本人の記憶を頼りに再現した別の世界になるので、記憶があやふやなところは適当に保管されるらしいです。最終的には寝る前の世界には帰れなくなり、むしろ自分がいたはずの世界が夢だったかのような気持ちにすらなるそうです。タイムリープは一方通行で元の世界に戻る方法はないと言っています。新しい世界は毎回世界が微妙に異なり、遡る年月が長いほど世界が変になると語っています。例えば、一番最初にいた世界の日本はこの世界の日本よりも発展していなかったそうで、アニメやネットもここまで進化していないそうです。
投資やギャンブルで大金持ちになる可能性もあるかもしれないが、世界が変動するので確実なものではなく、もし成功したとしても無意識でまたタイムリープしてしまったら全てが台無しになると言っています。ちなみに最初の世界で死んだ知人は必ず死んでいるらしく、死だけは決まっているそうです。ということで、どうですか皆さんは。タイムリープしてみたいですか？自分はしてみたいですね。あんまり遠くの過去には戻りたくありませんが、あまり昔すぎるとその時の自分の生活に適応するのが大変そうですよね。行動とか習慣とか。なので今とさほど変わらないくらいの生活をしている数年前くらいになら戻ってみたいです。まあ何をするか皆さんならわかりますよね。あと、例えば小学生からやり直すとかになってしまった場合、かなり絶望しそうです。たまに夢を見るんですよ。小学生とか中学生とかをやってる自分を。なんかこのつまらない勉強をこれから何年もやらなきゃいけないと思って絶望するんですが、目が覚めて夢だと気づいてほっとします。勉強が心底嫌いなんでしょうね。また今の自分は関係ないですが、例えば奥さんや子供がいたり、仕事、地位や人間関係を築いてきたりした人にとっては、全て最初からやり直しってのはちょっと嫌かもしれませんね。なんかゲームのセーブデータが消えちゃったみたいな感じになるのかも。タイムリープを体験した話って他にもいろいろあるのですが、大体共通しているのは元の世界とどこかが違う世界に戻るということと、眠っている間にリープするっていうところですね。面白そうなので、私はしばらくタイムリープの訓練をしてみようと思います。皆さんもやってみたい方は試してみたらいかがでしょうか。もし不思議な体験をした方、心霊写真や UFO を撮影してしまったっていう方いらっしゃいましたら、下の動画説明欄にリンクがありますので、Twitter に情報を DM していただけますと幸いです。また興味を持った方、一緒に超常現象について勉強していきたい、謎を解明していきたいっていう方はチャンネル登録と Twitter のフォローをよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。この世の中に失望している画面の前の諸君、私を信じてついてこい。私がこの世界に光を与えてやる。私がファウストだ。